はい、これは知りたかった。はいね。それではこんにちは、はい、こんにちは。佐藤ファミリーです。はい、それでは今日は久しぶりの沖縄移住に関する動画を。はい、というのもね、もうすぐ私たち移住して4月でね2年になるんですけれども、はい、だんだんこの移住した時の記憶がね薄れてきました。はい、大変だったこととかさ、いろいろこうところどころは覚えてるんですけど、なんかやっぱだんだん薄れてくるから、まあ、そうですね。ね、年月が経つことに。そうだからこうやって、残すことによってね、私たちも忘れないし、これから移住する予定の方も、参考に、なればいいなと思って、今日はちょっとあるテーマでお話ししようと思います。今日はですね、沖縄移住前に知りたかったこと、3選いきたいと思います。はい、これは移住してはい、私たちが思う、知りたかったこと。それでは1つ目、意外と冬服は必要だった。これ2年目にして感じてます。はい、なんか去年はあんまりこうボア、裏ボアの服とかって着てないんですよ。はい、しかも結構置いてきたじゃない私たち、岩手からなんですけど、コート類もほぼ置いてきて、それで1年目は全然平気だったんですよ。はいね、で今回2年目の冬、はい、寒いですね。やっぱ沖縄に我々も慣れたということでしょうね。今回買ったのが裏ボアのスウェットなんですね。そうスウェット、しかも裏ボアのはちょっと買い足しました。こっちの方曰く今年の冬は寒いよみたいな感じでおっしゃってたので、それも関係あるかもしれないんですけど、だから明らか去年より寒いなってね、去年が暖冬だったっていうのもあるらしい。そうか、だから寒く感じるのかもしれないね。で暖房も普通につけてます。暖房で調節できるって言えばできますね。なんかこう微妙につけるつけないぐらいの、つけたらもったいないぐらいな感じだから。日中はね、私、在宅で家にいるんですけど、ほぼつけてないです。夕方ぐらいかな、からやっぱちょっと冷え込むねので、それくらいになってつけるって感じですかね。靴下、モコモコの靴下履いてますからね、寒くて。あ、そうだね。はい、もう買い足しましたから。それ買い足したね。はい、もう足元寒いです。そうで、私たちラグとかあんま敷いてないんですよ、ね。引っ越してきてそのままの床っていうのかな、素の床なのでより冷たいんだよね、感じで、一つ目は、意外と冬服が必要だったなっていうところです。はい、まあでも知ってたよ、2年目から寒くなるっていうのは、あるあるな話だったんですけど、実際に寒かったっていう。ただ冬服を意外と必要っていうのは、ダウンとかそういうのまではいらないんですよ。でもちょっとボアぐらいのは羽織りたいなぐらいな感じで、だから公園とかね、日差し出ないでやっぱ風強いともう寒いです、もう結構ジャンバー系着ないと寒すぎます。結構お友達と話すのが、厚手のダウンはいらないけど、ウルトラライトダウン、ユニクロのあれくらいはね必要だなって思いました。もしかしたら来年買ってるかもしれない。コメントとかでもいただきましたよ。沖縄旅行来たら意外と寒くてウルトラライトダウン買ったとかね、やっぱそのぐらいは必要になってきますので、着る機会は短いんですよ、本当今だけなんですけど、だから買おうか買わないか迷うんですよね。意外と冬服必要だったってことですね。楽しそうくしてね。では2つ目、デメリットは気にしなくていい。結構ね、私たちも来る前に下調べして、やっぱ台風がやばいとか、虫大きいとか、ナイチャー差別があるとかね。そう、ナイチャー差別あるとか、3年で帰るとか、いろんなやっぱデメリット見てその可能性もあるんだなって思って覚悟してきたんですけど、全くない、だから虫もなんか絶対でっかいのいるっていう感じで書いてたじゃん、結構ネットとかには。で本当覚悟してきたんですけど、それこそゴキブリも家に出てないし、いっぱいも、虫、大きい虫もすんごい見るわけじゃないし、多分住む場所にもよると思うんですよ。裏がちょっと山だとか畑だとかだったらまたちょっと変わってくるのかもしれないんですけど、この2年大きい虫は見たことないですね。ないね。茶羽あれは車には結構出ます。これは出ます。はい。でも本当はもうこんななんですよ。だからまあ嫌いな人はね嫌いだろうけど、こんなのを想像してたら
このぐらいならって思えるぐらい、こんなのならもうどこにでもいるもんね。まあね、そういう心してくれば、あ、このぐらいかって思えるところはあるよね。なのでデメリットは頭の片隅に入れとく程度で全然いいと思います、であとは来てそのナイチャー差別っていうのかな、というかもう全然感じないし、逆にあったかい人ばっかりだし、で台風はね、私たち1年目にすごい巨大な台風当たったんですけど、確かに台風はすごかった、強かったんですけど、停電しなかったんですよ。3秒ぐらいのが2回ぐらいかな。なんかまあそれで我々はなんか大丈夫だって言ってるところもあるんですけど、確かにあれが1週間も停電ってなったらきついではあるけども、それのためにこの今の沖縄の生活をやめるかって言われたらやめないですね。そうだね、はい、やめません、そこは。台風に結構沖縄の方も慣れてるのもあって、お家の作りとか、あと台風対策とかがいろんな、ネットでもそうですし、こう張り紙とかでもあったりね、結構対策が知る術があるので、それによって沖縄以上やめるみたいな理由には別にね、そこまでにはならないかな、そこまでにはならないかなと、そういうのもあるよぐらいだね。そうだね、移住前に知りたかったこととしては、デメリットはそんなに気にしなくていいよっていうことでした。はい、それでは3つ目、はい、これは子育て支援についてですね。はい、これは知りたかった。はいね、結構子育て支援がこの市町村、沖縄県でも市町村によって全然違うんですよ。そう例えば、月小学校かなの場合、月5000円ぐらいの給食費が毎月かかるところがもう給食費無料だったりとかっていう市もあるんですよね。はい詳しくはこっちの違う別の動画で、出してるんですけれども、出してますので、見てください、ぜひ。こういうのもこっちに来て知ったんですよ。子連れ移住する方はやっぱその保育園だったりとか小学校気になると思うので、そこをねちょっと小学校の部分、ちょっと私たちもまだまだお手がね小学校まで先だなと思ってたし、小学校までちょっと調べきれなかったんですけど、今うるま市ね、住んでるうるま市はすごい気に入ってるので、別になんかこれを前もって知ってたら違う市にしたのになみたいなのないですよ、ないけど選択肢の一つとしてね、差っていうのがあるっていうのを選択肢にも入れられたなとは思いました。はいですね。小学校も見越してね、やっぱそこに住むっていうのは大事なことだと思うので、我々もどこの小学校行こうかなみたいな今も悩んでいるとこなので、保育園からそのまま上がっていきたいじゃないですか。やっぱ小学校で友達変わるとかね、引っ越すとかってわざわざしちゃうと人見知りなので、移住前にね知りたかったことを3選なんですけれども、一つは意外と冬服が必要だったっていうところ。多分知ってたらもうちょっと捨てないで持ってきたかもしれない。持ってきたね。もうめっちゃ寒い地域から来たのに。そうだよね。めっちゃあったんですよ、あったかいのは。結構売ったなって思って、ちょっと持ってこれたなっていう、のが一つ。とあとデメリットはね気にしなくていいっていうところ。頭の片隅に入れておくくらいですかね。いいっていうところと、3つ目は子育て支援についてもうちょっと知りたかったなって思いました。なので私たちはね家族移住だから子ども支援についてねすごい知りたかったことなんですけども、これがまたね、単身なのかとかさ、カップルなのかとかでも違うと思うんですけども、あくまで私たち家族で移住する場合知りたかったことっていう感じです。それでは今回の動画は以上になります。どうでしたでしょうか。結構ね皆さんからのコメントを一つ一つね読ませていただいてて、コメントも返させていただいているので気軽にぜひぜひコメントください。それではまた今度。また今度だ。